かつて世界を動かしていたのは、石油でも半導体でもデータでもありませんでした。それはただの植物の種でした。あなたのキッチンの棚にある胡椒、あるいはシナモンやナツメグ。今ではスーパーマーケットで数百円で手に入るありふれた調味料です。しかしかつて、この小さな粒を手に入れるために人類は、荒れ狂う海へと命がけで乗り出し世界地図を書き換えました。なぜたかが調味料のために国々は戦争をしたのでしょうか。なぜスパイスへの欲望が現代の私たちの経済システム、株式会社という怪物を生み出したのでしょうか。そしてその過程で生まれた持てる国と持たざる国の格差は現代にどのような影を落としているのでしょうか。今日私たちが旅するのは、香りと欲望とそして血に塗られた資本主義の夜明けの物語です。17世紀アムステルダム。運河沿いのレンガ造りの建物に人々が殺到していました。商人貴族職人さらには召使いまでが全財産を握りしめて叫んでいました。あの紙切れを売ってくれ。彼らが求めたのはスパイスそのものではありません。スパイスを運んでくるかもしれない会社の所有権でした。これは世界で初めてのバブルの光景であり、現代の株式市場の産声でした。私たちは学校で大航海時代と習います。バスコ・ダ・ガマがインドに到達した。コロンブスがアメリカ大陸を発見した。マゼランが世界一周をした。偉大な冒険者たちの勇気ある物語として語られます。しかし経済の視点から見るとそれは全く別の物語になります。それはコスト削減と独占をめぐる冷徹なビジネス戦争でした。そしてその戦争を戦い抜くために発明されたのが株式会社という人類史上最も強力でかつ恐ろしいシステムだったのです。あなたが普段何気なく使っている会社という仕組み。なぜ会社は倒産しても社長や株主は個人の借金を背負わなくていいのでしょうか。なぜ会社は人間のように権利を持ち土地を買い、契約を結ぶことができるのでしょうか。その答えのすべては500年前のスパイス貿易の中にあります。今日私たちはあの嵐の海へ戻ります。そこで私たちは目撃するでしょう。胡椒一粒が金と同じ価値を持っていた時代を。一攫千金を夢見て荒波に消えた名もなき船乗りたちを。そして利益のために国家さえも超えて暴走を始めた巨大企業の誕生を。準備はいいでしょうか。羅針盤を東へ向けましょう。風は吹いています。歴史という名の大海原へ。1498年5月。インド洋の湿った風が一人の男の方を叩いていました。バスコ・ダ・ガマです。彼の目の前にはカリカットの港が広がっていました。そこは夢にまで見た香辛料の楽園でした。市場には黒胡椒が山のように積まれ、シナモンの香りが空気に充満していました。ジンジャークローブナツメグ。ヨーロッパでは宝石と同じ重さの金で取引される宝物がここではまるで砂利のようにあふれていたのです。ダ・ガマは震えたことでしょう。喜びで。いいえ恐怖とそして
計算高い野心でです。当時ヨーロッパの食卓は貧しいものでした。冷蔵庫のない時代です。肉はすぐに腐り嫌な匂いを放ちます。冬になれば家畜を飼う餌がなくなり、多くの家畜が屠殺され塩漬けにされました。その塩辛く臭みの強い保存肉をおいしく食べる唯一の方法、それがスパイスでした。スパイスは単なる味付けではありません。腐敗を隠し、食欲を刺激し、病気を防ぐ魔法の薬だと信じられていました。さらにそれはステータスの象徴でした。客を招いた晩餐会で肉料理にたっぷりと胡椒を振る舞うこと。それは、私はこれだけの金を一回の食事に使えるのだ。という無言のしかし強烈な権力の誇示でした。しかし、そのスパイスは、あまりにも遠い場所からやってきました。インドや東南アジアのモルッカ諸島で採れたスパイスは、アラブの商人たちの手によってインド洋を渡ります。紅海を抜けエジプトへ。そこから地中海の商人たち、特にベネチアの商人たちの手に渡り、ようやくヨーロッパの貴族のもとへ届くのです。この長い旅の間に無数の仲介業者が利益を乗せます。関税運送料賄賂、そして商人の利益。産地で一束10円の胡椒がヨーロッパに着く頃には1000円にも1万円にもなっている。それが当時の常識でした。特に地中海の貿易を独占していたベネチア共和国と中東を支配するイスラム勢力オスマン帝国やマムルーク朝。彼らが蛇口を握っていました。彼らは価格を自由に釣り上げることができました。ヨーロッパの王たちは歯ぎしりをしていました。なぜ異教徒の商人たちに我々の富を吸い取られなければならないのか。なぜ我々の金貨や銀貨がすべて東へと流れていくのか。ここに強烈な経済的動機が生まれました。中抜きを排除せよ。現代のビジネスでもよく聞く言葉です。アマゾンが卸売業者を飛ばして消費者に直接商品を届けるように。当時のヨーロッパの王たち、特にイベリア半島のポルトガルとスペインは考えました。仲介業者を通さずに直接生産地へ行けばいいのではないか。海を通ってインドへ行ければ、ベネチアもオスマン帝国も関係ない。そうすれば利益はすべて我々のものだ。それはあまりにも単純であまりにも危険な賭けでした。当時の船は小さく脆い木の葉のようなものでした。地図はありません。海の果ては滝になっていると信じている船乗りもいました。赤道を越えれば海水が沸騰し、人間は黒焦げになると本気で恐れられていました。解決病という謎の病が船員たちの歯茎を腐らせ、次々と命を奪っていきました。それでも彼らは海へ出ました。なぜならそこには胡椒という名の黄金があったからです。リスクが死ぬ確率が5分であったとしても、成功すれば孫の代まで遊んで暮らせる富が手に入る。それが大航海時代の真実です。それはロマンあふれる冒険探である以前にリスクリターンの巨大な投資プロジェクトだったのです。バスコ・ダ・ガマの成功は世界を変えました。彼が持ち帰ったスパイスは、航海にかかった莫大な費用を差し引いても、60倍もの利益を生んだと言われています。
60倍です。現代の投資で言えば1万円が60万円になるようなものです。しかも数年で、ヨーロッパ中は熱狂しました。海には道がある。インドは行ける場所だ。ポルトガルはすぐさま行動に出ました。彼らの戦略は徹底的でした。ただ貿易をするのではありません。独占するのです。インド洋の要衝ホルムズ、ゴアマラッカ。船が必ず通らなければならない海の交差点。そこを武力で制圧しました。ポルトガルの船は最新の大砲を積んでいました。平和的に貿易を行っていたイスラム商人の船を次々と沈め港を焼き払いました。彼らはカルタスという通行手形を発行しました。この海を通りたければ金を払え。ポルトガルの許可証を持たない船は海賊とみなして撃沈する。それは国家による巨大な海賊行為でした。しかし経済的にはそれは海上帝国の建設でした。ポルトガルは領土を広げることには興味がありませんでした。インドの内陸部を支配しようなどとは思いませんでした。ただ港を天王線で結び物流を支配する交易拠点帝国。それがポルトガルの戦略でした。リスボンには富があふれました。かつてはヨーロッパの田舎だったポルトガルの首都に世界中の富が集まりました。ジェロニモス修道院のあの戦祭で豪華な彫刻はすべて胡椒の利益で建てられたものです。一方地中海の覇者であったベネチアは静かにしかし確実に衰退の道を歩み始めました。物流のルートが変わってしまったのです。経済の重心が地中海から大西洋へと移動した瞬間でした。しかしこのポルトガルの繁栄も長くは続きませんでした。なぜでしょうか。理由は皮肉なことにその成功の中にありました。スパイス貿易はあまりにも魅力的すぎたのです。他の国々が指をくわえてみているはずがありません。特に北の海で虎視眈々とチャンスを狙っていた小さな国がありました。オランダです。オランダはもともと海運が得意な国でした。彼らはポルトガルがリスボンまで運んできたスパイスをヨーロッパ各地に転売することで利益を得ていました。しかしスペイン王がポルトガル王を兼ねることになり、オランダ独立戦争の敵であるスペインによってリスボンの港から締め出されてしまったのです。スパイスが手に入らない。これはオランダの商人たちにとって死活問題でした。彼らは決断します。ならば我々も直接インドへ行くしかない。しかしここには大きな壁がありました。お金です。ポルトガルのような王様のポケットマネーで航海を行う国とは違い、オランダは市民や商人が中心の共和国でした。インドへの航海には莫大な資金が必要です。頑丈な船を作り、大量の食料を積み大砲を買い、数百人の船員を雇う。そしてその船が帰ってくるのは早くて2年後。もし嵐で沈めば、もし海賊に襲われれば、もしポルトガル艦隊に撃沈されれば、投資したお金はすべて海の藻くずとなります。一人の商人が全財産をかけるにはあまりにもリスクが高すぎました。一回の航海で
人生が終わってしまうかもしれない。誰もが尻込みしました。しかし行かなければ、座して死を待つのみです。そこで彼らは、人類の歴史を変えるある発明をしました。それがリスクの分散という魔法です。一人で船を一隻持つから怖いのだ。100人で少しずつお金を出し合って船を出せばいい。もし船が沈んでも失うのは出したお金だけだ。全財産を失うわけではない。逆に成功すれば出したお金の割合に応じて利益を山分けしよう。これが株式会社の原型です。1602年、オランダ東インド会社通商王が設立されました。これは単なる貿易商社ではありませんでした。世界初の本格的な株式会社です。彼らは画期的なシステムを導入しました。株式の発行です。お金を出した人には、その証拠として紙切れを渡す。そして、ここが重要なのですが、彼らはこう言いました。この事業は、一度や二度で終わるものではない。我々は、永遠にアジアとの貿易を続ける。だから一度預かったお金は、航海が終わっても返しません。出資者たちは驚きました。お金が返ってこない。それは困る。会社は答えます。大丈夫です。もしお金が必要になったら、その紙切れを他の誰かに売ればいいのです。この会社は必ず儲かる。だから、その紙切れを欲しがる人はいくらでもいるはずです。ここに株式市場が誕生しました。アムステルダムの証券取引所には、毎日多くの人々が集まりました。東インド会社の船が満載のスパイスを積んで帰ってきたぞ。というニュースが流れれば株価は跳ね上がりました。船が難破したらしい。という噂が流れれば株価は暴落しました。人々はまだ湖の向こうの出来事に一喜一憂しました。しかしこのシステムのおかげでオランダ、東インド会社はとてつもない力を手に入れました。王様一人の財布とは比べ物にならない国中の人々からの莫大な資金が集まったのです。その資金力で彼らはより大きくより強い船を何隻も何十隻も作ることができました。優秀な船乗りを雇い最新の武器を揃えることができました。そしてこの会社にはもう一つ信じられないような特権が与えられていました。オランダ政府はこの会社にこう言ったのです。希望本より東の世界では君たちがオランダ国家そのものだ。条約を結んでもいい。軍隊を持ってもいい。戦争をしてもいい。貨幣を発行してもいい。要塞を築いてもいい。植民地を支配してもいい。想像してみてください。現代のイマゾンやイプレが独自の軍隊を持ち他国に攻め込み領土を占領し勝手に法律を作って住民から税金を取り立てることを許されているようなものです。それはもはや会社ではありませんでした。それは利益のみを目的とした武装した国家会社国家だったのです。オランダとインド会社。彼らのマークが入った旗はアジアの海で恐怖の象徴となりました。彼らの目的はポルトガルのようにただ港を抑えることではありませんでした。
彼らはもっと冷徹で効率的でした。競争をなくすこと。それが彼らのビジネスモデルでした。スパイスの中でも特に高価だったナツメグやクローブ。これらはインドネシアのモルッカ諸島、バンダ諸島など、ごく一部の島でしか取れませんでした。王はこれらの島々にやってきて、現地の王たちに契約を迫りました。スパイスはすべて我々オランダだけに売れ、他の国、特にイギリスやポルトガルには、一粒たりとも売ってはならない。現地の島民たちは困惑しました。今までいろいろな国の商人が来て、一番高く買ってくれる人に売っていたのです。それが自由な商売です。そんな理不尽な契約はできない。そう断る党の態度は表変しました。契約を守れないのなら力で分からせるしかない。1621年、バンダ諸島で起きた悲劇は、王の本性を如実に物語っています。ナツメグの独占を狙った王の総督やペテルスゾーンクーンは、島民がイギリスとも取引をしていることを知ると、軍隊を送り込みました。彼は島民のほぼ全員を虐殺したのです。人口約1万5,000人だった島民は、虐殺と奴隷化により、わずか数百人にまで減ったと言われています。そして誰もいなくなった島に奴隷を連れてきて、ナツメグ農園を作らせました。これこそが独占の究極の姿でした。競争相手を排除するのではない。生産者そのものを支配し、管理し、逆らう者は消し去る。王はスパイスの価格を維持するために時には、豊作で取れすぎたスパイスを山のように積んで火をつけて燃やしました。供給量を減らせば価格は上がるからです。現地の農民が汗水流して育てた作物を利益のために倍にする。それが彼らの経済合理性でした。こうしてオランダは世界貿易の覇者となりました。アムステルダムは世界で最も豊かな都市となり、レンブラントやフェルメールといった画家たちが活躍する黄金時代を迎えました。しかし、その輝かしい絵画の絵の具代は、アジアの島々で流された地と搾取によって支払われていたのです。一方遅れてやってきたイギリスも同じモデルを採用しました。イギリス、東インド会社です。彼らは当初オランダに勝てませんでした。スパイス諸島から追い出された彼らは仕方なくインドへと向かいました。しかし結果的にこれが彼らにとって幸運でした。インドにはスパイスだけでなくもう一つの宝物があったからです。綿織物です。軽くて丈夫で美しく洗濯もできる。インドの綿布は当時のヨーロッパの重たくてごわごわしたウールに比べて夢のような素材でした。イギリス、東インド会社はこの綿布をヨーロッパに持ち込み、爆発的な利益を上げました。そして彼らもまた、と同じように商人から支配者へと変貌していきました。1757年、プラッシーの戦い。イギリス、東インド会社軍は、フランスと結んだベンガル大使の軍を破りました。この勝利により一回の民間企業が、インドの最も豊かな地域であるベンガルの徴税権を手に入れたのです。これは歴史上極めて異常な事態です。ロンドンの株主たちが、選んだ役員たちが、インドの数千万人の農民から税金を取り立てるのです。
彼らの目的は、インドの民を幸せにすることで、インフラを整えることでもありません。株主への配当を最大化することです。当然搾取は過酷を極めました。飢饉が起きても、税の減免はありませんでした。1770年のベンガル大飢饉では、人口の3分の1にあたる1000万人以上が餓死したと言われています。それでも会社は税金を取り立て続けました。そして、その利益でアヘンを買い、中国へ売りつけ茶を買って、イギリスへ送ったのです。会社という組織が倫理や道徳を持たずただ、ひたすらに利益のみを追求するプログラムとして、動くときどれほど恐ろしいことになるか。東インド会社は、それを歴史に刻み込みました。しかし歴史は皮肉です。この強欲で、残酷なシステムこそが、現代の世界を作ったのです。東インド会社が集めた莫大な富。これがイギリスに蓄積されやがて産業革命の資本となりました。インドの綿、織物に対抗するために、イギリス国内での機械化が進みました。アジアの富がヨーロッパの工場を動かす蒸気機関の燃料となったのです。そして、オランダが生み出した株式会社というシステム。リスクを分散し、他人のお金を集めて、巨大な事業を行う。この仕組みは、鉄道を敷き運河を掘りビルを建て、インターネット網を張り巡らせる原動力となりました。今日の私たちの豊かな生活スマート、本も、コンビニも医療もすべては、このシステムのおかげで存在しています。私たちは恩恵を受けています。しかし同時に、その影もまた引き継いでいます。グローバルサウスと呼ばれる国々と、先進国との経済格差。資源を持つ国がなぜか、貧しいまま取り残される資源の呪い。安価な労働力を求めて、世界中を移動する工場。これらは、すべて500年前に始まった、あの故障をめぐる争いの延長線上にあるのです。今、あなたがスーパーマーケットで安売りのスパイスを見るとき、あるいはスマートフォンの画面で株価のグラフを見るとき、少しだけ思い出してください。その背後には、大砲の煙と冒険者の夢とそして、無数の人々の運命を変えた壮絶な歴史が流れていることを。バスコ・ダ・ガマが怒りを上げたあの日から、私たちはまだ同じ船に乗っているのかもしれません。利益をという名の風を受けて、進む終わりのない航海の途中なのです。さて、ここまでは、ヨーロッパ側からの視点そしてシステムの話をしてきました。しかし歴史には常に現場があります。そこで生きた具体的な人間たちのドラマがあります。少し時計の針を戻しましょう。あの大航海時代の船の上へ。想像してください。あなたは16世紀のポルトガルの船乗りです。船は全長25メートルほど。テニスコートほどの大きさしかありません。そこに100人以上の男たちがひしめき合っています。プライバシーなどありません。トイレもありません。船べりから海へするだけです。食事は石のように硬いビスケットと塩漬けの肉。水は鎖緑色の藻が浮いています。出港して数週間。最初の恐怖は嵐です。大西洋の波は家の屋根よりも
高く木造の船を木の葉のように翻弄します。船底からは常に水が漏れ、男たちは交代でポンプを動かし続けなければなりません。神に祈る声と呪いの言葉が嵐の音にかき消されます。しかしもっと恐ろしいのはなぎなぎでした。風が止まるのです。赤道付近の無風地帯。帆はだらりと垂れ下がり、船は鏡のような海の上でピクリとも動きません。太陽が真上から照りつけます。暑さでタオルが溶け出し、食料は腐敗を早めます。水は配給制になり、一日コップ一杯。喉が乾き、海水を見て狂いそうになるのを耐えます。いつ風が吹くのか。このままここで干からびて死ぬのか。見えない明日への恐怖が船員たちの精神を蝕んでいきます。そして死神が訪れます。解決病です。最初はだるさを感じるだけです。やがて歯茎が腫れ血が出ます。古傷が開き、皮膚に斑点ができます。そして健康だった若者がある日突然ばたりと倒れて死ぬのです。ビタミン不足だとわかるのは数百年後のこと。当時は悪い空気のせいだとか神の罰だと信じられていました。バスコ・ダ・ガマの最初の航海では170人の乗組員のうち帰ってきたのはわずか55人でした。3人に人が海に消えたのです。それでも彼らは行きました。なぜか。リスボンの港で待つ家族のためでしょうか。王への忠誠心でしょうか。それともただの貧しさからの脱出願望でしょうか。ある船乗りは日記にこう書き残しています。我々はキリスト教徒とスパイスを求めてここに来た。信仰と欲望、聖なるものと俗なるもの。それが混然一体となっていたのがこの時代でした。一方迎え撃つアジアの人々はどうだったのでしょうか。インドのカリカットの王座モリンワダ・ガマの来航を最初は歓迎しました。しかしガマが差し出した贈り物を見て落胆しやがて嘲笑しました。それは洗面器や安物の帽子、砂糖の壺などでした。アフリカの部族相手なら喜ばれたかもしれませんが、当時のインドは世界でも有数の豊かな文明国です。彼らの王宮は金や宝石で飾られていました。こんなガラクタで我々と対等に貿易をしようなんて、ヨーロッパの王というのはなんと貧しいのか。ヨーロッパ人はアジアに比べて圧倒的に貧しかったのです。彼らが持っているもので、アジアの人々が欲しがるものはほとんどありませんでした。唯一欲しがられたのは、アメリカ大陸から略奪してきた銀だけでした。だからこそ彼らは最終的に武力に訴えるしかなかったのです。良い商品で勝負できないなら逮捕で脅して無理やり取引させるしかない。大航海時代の貿易の実態は多くの場合押し売り強盗に近いものでした。しかしこの野蛮なヨーロッパ人たちが持っていた唯一にして最大の武器、それが先ほどお話しした組織力と執念でした。特にオランダ、東インド会社の組織力は当時のアジアの帝国にとっても理解不能な脅威でした。アジアの商人たちは家族経営や
個人の才覚で商売をしていました。また皇帝や王は貿易をあくまで恩恵として管理していました。しかし王は違います。総督が死んでも次の総督が送られてくる。船が沈んでも次の船が送られてくる。株主総会で決定された利益目標を達成するために彼らは機械のように執拗に何十年でも攻め続けてくるのです。諦めるということを知らない不死身の怪物。それが株式会社でした。この怪物は日本とも深く関わっています。長崎の出島。鎖国中の日本が唯一西洋との窓口を開いていた場所です。そこに来ていたオランダ人とはオランダ国軍の兵士ではありません。オランダ東インド会社の社員たちです。彼らは日本から銀、や銅を輸出し、代わりに中国の生糸やザラサそしてヨーロッパの知識をもたらしました。解体新書エレキテル世界地図。日本の蘭学は、という企業のビジネス活動の副産物だったのです。または日本の銀を使ってアジア貿易の決済をしていました。ある時期、世界の銀の流通量の3分の1が日本産だったと言われています。日本の石見銀山から掘り出された銀河の船に乗り、中国へ行き生糸に代わりそれがインドへ行き綿布に代わり最後にスパイスとなってアムステルダムへ届く。日本もまた、この巨大なグローバルサプライチェーンの重要な歯車の一つだったのです。そして現代、私たちはこの歴史から何を学ぶべきでしょうか。一つはグローバリゼーションは決して最近始まったものではないということです。500年前から世界は欲望と銀とスパイスでつながっていました。遠い国の出来事が自分の国の経済を直撃する。アムステルダムの株価がバンダ諸島の虐殺を引き起こす。この構造は今も変わっていません。私たちが手にするスマートフォン。その中にあるレアメタルは今後の鉱山で子供たちが掘り出したものかもしれません。私たちが着ているファストファッションの服。それはバングラデシュの崩れそうな工場で低賃金で働く人々が塗ったものかもしれません。私たちはの株主たちと同じようにそのプロセスの見えない部分から目を背けやすくて良い商品を享受していないでしょうか。もう一つはシステムの暴走に対する警戒です。株式会社は人類に繁栄をもたらしました。しかしそれは利益という単一の目的のために最適化されたマシンです。ハンドルを握る人間が倫理や哲学を持たなければ、それは容易に環境を破壊し、人を不幸にする怪物になります。東インド会社の歴史は、その極端な例として、私たちへの警告となっています。歴史は繰り返すのでしょうか。それとも、私たちは、歴史から学びより良いシステムを作ることができるのでしょうか。今日の旅はここまでです。かつて命がけで海を渡った胡椒一粒。今夜夕食の料理にその黒い粒を振るとき、その香りの奥にある壮大なドラマを少しだけ感じてみてください。それは過去の物語ではありません。今私たちが生きているこの世界そのものの香りなのです。最後までご
視聴いただき本当にありがとうございました。また次の物語であなたとお会いできる日を楽しみにしています。歴史という大海原の旅はまだ終わらないのですから。